こんにちは、小木曽です。今日は動画はまた人物ですけども、本格版といいますか、こちらの作品を作っているのをお見せしようと思います。前回よりは髪の毛をたくさん描いてるんですけど、その部分はあんまり動画中には出てこないですが、おおよそわかるかなという感じにしてあります。20分ちょっとの短い動画ですので、ごゆっくりお楽しみください。どうぞ。それでは、解説をしていきたいと思います。この段階は白亜字に下素描デッサンを転写して墨で描いてインプリマトゥーラというのをしています。この段階は今発売中2020年7月号の美術の窓という、本などを参考にしてもらえると大変助かります。ここも教えろというわがままな人もいますが、お金も使っていただけると。そしてこれ僕こういう最近グレーの、かなり暗い下地を使うようになってます。この段階が面白いんですね。こうやって描いていくと浮かび上がってくるように、闇夜の中から浮かび上がってくるように、なっていくのが非常に面白く、白はこれ2種類ですね。これも他の動画に細かく書いてあります。上から黒、ローアンバートランスオキサイドレッド、カドミウムレッドブライトレッドライト、マゼンダ系ですね。この後ちょこっと青も入ります。多分フタロシアニンブルーみたいな色です。ちょっと外が大雨が降ってきているので音にザーッとなるかもしれませんが、ご容赦ください。髪の毛も描いてます。下に紫の色を塗って、初めですね、滑るようにしてますね。茶色やったかな。とにかく完成油だけ、ちょっと絵の具を入れたものを塗ってあるので滑るように、髪の毛なんかよく言われるんですけどね、こういうふうに滑るような状態にしておくからこそ描けるというかですね、スケートリンクの氷の上をスーッと滑るように筆がいくというか、ざらついてる乾いてない状態の上に描いていくと、雨がえげつないな、大丈夫か、何の話や、滑るように描いていくから髪の毛とかスーッと長い線が引けるんですね。細い筆を使えば僕描けるっていうふうに、もちろん細い筆を使うんですけども、下の絵の具を生かしつつ描く、ウェットオンウェット、濡れた上に濡れた絵の具で描いていくという技法ですね。でこの段階ぐらいまで全然まだ叩き筆とかは使わないんですけども、とにかく頑張って色が、白黒に近いのでこれをトーンって言いますけど、トーンが合っているかどうか、色がついてくるとバルールという今度言葉に変わるんですけども、その場所に適切な明度で、絵の具が置かれているか。で今これ叩き筆というのでこうやって鳴らしていきます。そうすると絵の具が乾きが遅いので、これはやっぱアクリルとかではできないですね。油絵の具ならではのグラデーションというかですね。で叩き筆で鳴らしていきます。で明るい方から暗い方へ叩いていくというのが定石でございます。九州に引っ越してきて一番びっくりしたのが雨ですね。雨がですね、やっぱりですね、東京とかもちろん千葉など昨年は台風豪雨があったんですけど、なんていうか亜熱帯地方の感じですよね。西の方から雨ってね、どんどん東の方へ行くので、やっぱり直撃する長崎は今日も雨だったという歌はそういうことですよね。で徐々に向こう行くと弱まっていくということなんで、佐賀とか本当にゲリラ豪雨、これが一番僕びっくりしましたね。
なんていう雨の降り方をするんやということを感じたのを着任した15年前覚えております。よう聞かれるんですね。なんで佐賀なんですかと。この動画で言うたらもう証拠として残るからあれですけど、僕もある時に大学の博士課程を出る29歳の時に関西のある短大からお話をいただいたんです。言ってしまいますけど、それでお師匠さんの佐藤一郎先生がお前受けてみたらって言って、その受けようかなと準備をしていたら、常勤の先生から非常勤の雇用に変わったという連絡を先方から受けて、それやったら受けてもしゃあないかなっていうので、準備だけはしたんですけど受けることがなかったんで、その資料がしっかり残っていて、次の年にまたお師匠さんがお前、俺が平山先生からなんか手紙もらったんだけどっていうので、それが佐賀大学の当時の日本画の先生が誰かいい人いませんかということで、当時学長だった平山郁夫先生に出した手紙をお前ちょっと受けてみないかっていうことで、受けたのですね。公募なのでもちろんですね、何人も受けたと思いますが、それで無事受かったという。佐賀か滋賀か知らないけど九州だったかなって言ってたんですね。滋賀だと一応関西の生まれなんで関西か、九州って言うんですね。多分九州だったって言って、その時多分先生が手元にその平山先生の手紙がなかったんでしょう。結構違いますよね、佐賀と滋賀だとですね。すぐ僕は所沢に当時住んでいて、ルルブ、佐賀っていうのを買いましたね。わあ、呼子のイカ食いたいと思いましたね。本当そんな単純な人なんですよね。呼子のイカやと思ってですね、うまそうや。もう本当に来たら食べ物がえらく美味しくて、当時ぐらい15年ぐらい前ですけど、ちょっとずつネット通販が出だしてたんですね。で一番心配したのはまず画材ですね。その次はやっぱ展覧会の情報とかですけど、ある程度もう向こうで仕事をいろいろやってきてたんで、展覧会に関してはちょっと増えすぎてるぐらい増えすぎてたので、人間関係もすごく多くなってたんで、ちょっと面倒くさいなっていう部分もあったんで、離れてみんのもええかなと思ったらもう長いこと離れることになってしまいましたけども、そんなことがあって佐賀に来ました。すごい雨やな。もう一回撮り直した方がいいかな。後で音声を聞いてみて、いけそうかどうか判断しますが、今日はなんかまた雑談をしましょうね。よく聞かれるんです。いろんなとこでギャラリートークなんかするともう聞かれること、これはちょっとインプリ白黒で書いた段階にちょっと紫が入ってしまっているのは申し訳ないです。これ、次の段階書こうと思った瞬間、やばい、写真撮るの忘れてたっていうことで撮り直しました。でこうやって紫を、これ完成油だけ、ポピーオイルのみ、紫、コバルト、バイオレット、この並んでる色も他の動画を見てください。ほとんど僕は同じです。で拭き取る、ほとんど色見えないですけど、薄くこれで完成油がかかった状態になっておりますので、非常に書き進める上においてこうですね、滑る、今指でこすり込んだ。でトランスオキサイドレッドにちょっと赤入れてみたり、ちょっと黄色入れてみたりとか、透明色またはちょっとだけ白も混ぜたりとか、赤系を入れてみたり、こういうのをグレーズしていきますね。それで講演会とか、よく講演会やギャラリートークをする際に聞かれることって実はですね、8割方同じ質問を聞かれるんです。で僕この YouTube を作るにあたって聞かれないためにやっぱですね、一つの質問に10分答えてたらね、100回答えたら1000分じゃないですか。もう500回ぐらい聞かれてる質問があります。それは例えば子供の頃絵が上手やったんですかって、うまかったですよね、やっぱね。
で僕のその絵描きになったきっかけみたいな話を少しさせていただくと、もともと僕らの世代というのは団塊ジュニアのもう一個下なんです。僕は、世の中でいうとロストジェネレーション、聞いたことある人っていますかね。だからロストジェネレーション、忘れられた世代なんで、聞いたことない人さえ多い。もうそのちょっと後になると今度ゆとり世代、悟り世代が出てくるわけですけども、そうなんです。私たちは忘れられた世代なんですね。団塊ジュニアという高度経済成長期、そこで猛烈に頑張ってくださった先人たちが子供を産んだのが団塊ジュニア。アイドルグループ SMAP さんでいうと木村拓哉さん、中居正広さんですか、その1個下なんですね。国分太一さんも多分団塊ジュニア一番最後の世代かな。うちの兄貴が一番最後ですからね。言うてしまえば、子供がものすごく多かったんですね。で、なんでロストジェネレーションかというと、子供が多いのに就職とか大学に入るのもものすごい難しく、そして就職の時にめちゃくちゃ就職氷河期やったから、いっぱいおったのにおらんようになったぞっていうのでロストジェネレーションと言います。かわいそうな世代ですね。昨年あたりにそのロストジェネレーションを再雇用していこうっていう動きが実はあったんですよ。でもちょっと今回のコロナ騒動でまた頓挫するでしょうね。また忘れ去られますね。かわいそうです、私たちは。だから僕らの世代はその中でとにかく自分が一生懸命生きる術を考えた子たちが多かったと思います。私もその一人でした。いっぱい同級生もいて、もう雑多に育てられます。確か35人以上のクラスが、8クラスとか、簡単に言ってしまうと今の18歳人口が115万人とかぐらいだと思いますけども、80万人90万人少ないんですよ。少子化って結構厄介で、去年生まれた2019年ベイビーが90万人終わったそうなんですよね。これちょっと衝撃的な数字ですけども、要は私たちが生まれた時の半分以下になっているというですね、ちょっと恐ろしい数字ですけど、だから今小学校3クラス4クラスやったのが8クラスあったってことですよね。3クラスの中学校やったら6クラスあった、同じ学区の中で、だから統廃合っていうのはどんどん進んでいったわけなんですが、そういう時代でした。だからなんとか、例えばある子は野球がうまい、サッカーがうまい、足が速い、勉強できるでとか、あの子ものすごい理科の生物に詳しいでとか、釣りめっちゃ上手、もうみんなそれぞれが何かを自分の武器を探してました。これよう僕言うんですけど、今の子たち、若い子たちって、僕からするとゆとり世代や悟り世代やなんやって言われてるんですけどね、僕がね、もう平等教育っていうか、すごく似てる子が増えた。多分陰で僕の悪口言うてるんでしょうけどね、うるさいって言われてますけども、どっちかと似てる子が多くなってきたんで、僕ゆとりとか悟りとかじゃなくてね、平等教育の世代やなっていうのをよく言うてます。で、僕らは平等教育は無理だったですもんね、多かったから。だから変な子いましたよ、クラスにね。でもみんな気にしなかったですもんね。今一人でも二人でもいると、親御さんがなんかクレーム言うてきたりとか、あの子おるからうちの子勉強集中できませんとか言うてくるらしいですもんね。大変ですよね、学校の先生。もうだいぶ進んできましたね。で、絵は上手でした。北斗の拳とかが連載が小学校2年生の時確か始まってますね。ドラゴンボールとかの連載が確か小学校3年生。それを模写したりするのがすごく上手で、みんなに見せて喜んでました。小学校高学年ぐらいになると自分の人生考えていた時に、漫画家なりたいけど文章書く力もないなっていうので、文章漫画家っていうのをちょっとずつ諦めだし、野球をやっていたんですけども、野球選手になる自信もあれへんぞと思っていた時に、絵は上手やったし、
写すのが上手やったんで、よう学校の先生とかをこっそり書いてですね、ノートの端に書いて、書いたものをそーっとクラス中に回してみんなゲラゲラ笑うっていうことをよくやってました。多分絵描きさんあるあるやと思います。あとは漫画頑張って描いて、小学校1年生の時はガンダムです、ガンダムで、そんなんをやっていた世代が、白黒でこうデッサンというか鉛筆で描くのが上手で、今でいうこするようなデッサンですね、そういうのやってみんなを喜ばしてました。そんな時小学校4年生と5年生の間やったと思うんですけど、兄貴も多分小学生やったから、ある時に東京に、遊びに行く機会がありました。そうしたら親戚のおばちゃんがちょっと時間を間違えて若干時間が余ったんで、国立西洋美術館上野にあります駅から降りてすぐ、入場料多分100円、子供とか70円とかそんな値段やと思います。今も多分そんなもんやと思います。ぜひ皆さん東京行ったら必ず行ってみてください。うちの学生さんなんかに言うてます。これね、めちゃくちゃ安いけどめちゃくちゃ 2,3 時間ってお客さんもほとんどいませんから、非常に東京のオアシス、僕は何度も行きました。そこで見た油絵の数々、そしてその中にあった、ルノワールのアルジェリア風の女たちやったかな、若い頃の24歳ぐらいの時のルノワールの、要は晩年のムチムチしたヌードとかじゃなくて、ちょっと写実的に描いてある作品があるんですね。これを見た時衝撃が走りましたね。うわ、こんなことできるんや。うちになんとなく美術全集みたいなのが、おふくろがちょっと絵を若干美術史かなかじってたので、美術全集なんか持ってる学生今おらんもんな、絶対な。そんなのがうちにあったので、なんとなく画集は見てました。ピカソとかゴッホとか。でもそれを見て衝撃が走り、油絵を描いてみたいと思った小学生、もうその時に絵描きという選択が一つ入りました。なりたいものってね、一途に追いかけることも大事ですけど、僕みたいにふわふわ今も YouTuber になりました。ありがとうございました。漫画家なりたい、絵本描きたい、そんなことばっかり言ってますよ、僕飲み屋で。誰かストーリー書いてくれへんかなってボソボソ言ってますもんね。でそんなことばっかりやってます。そして中学校の時にいよいよ油絵を始めようかと思ったんですが、やっぱりちょっと美術部というのは女の子たちの花園的な雰囲気があったので、やっぱり入るのが恥ずかしくて、流されるまま野球を続けてしまいました。それでも一応ピッチャーまで最後やりました。やるんやったらとことんやるぞと。そして、高校に入って、ちなみにその当時はその美術科みたいなのがこう全国でいっぱいできていった時代でした。佐賀北高校の美術科も九州で一番初めにできたんじゃなかったかな、間違えたらすみません。関西でいうと、私の住んでいた奈良県の高円高校というところに、美術科が私が中3から高1に、要は1期生でできるという年だったんですけど、結局私は受けるかすごい迷いました。当時の中学校の先生、内田陽子先生から「小木曽行ってみたら?」っていうことを言うてくださった。僕それ今何を覚えてますもん。嬉しかったですもんね。小木曽絵描きになりたいんやったら行ってみたらって言うてくれてですね、やっぱりそれ気にかけてくれてはるってことなんで、担任の先生でもないんですけど、担任の先生もねどっちでもいいんちゃうかって言うてくれたんですけど、塾の先生に反対されました。お前勉強ある程度できんやからっていうことで、結局は普通か、やっぱ1期生ちょっと怖かったんでやめました。これちょっとね髪の毛とか描いてます。ちょっと髪の毛の仕事っていうのは縦の線を引いていくので、この状況からちょっと立てて描かないと、イーゼルに立てて描きました。実際のここからはスピードで、少しお届けしようと思います。ちゃん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 ファファファって感じですね。ちゃん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 。すみません、めちゃくちゃ大雨で、これ大丈夫かな。ちゃんちゃん、白い色を置いて、
なんか絵の具を使ってる時間こうやって見てると7割やっぱ明るい色、3割暗い色って感じですね。髪の毛もやっぱり7割方僕明るい色で描いてますね、私の場合は。だから水彩とは逆なんで、ちょっとこう透明水彩とかですね、そういうのとは逆ですもんね。慣れてくるとできますよ。一度こういうのやるときに、例えばグレーの紙を買ってくるとか、黒い紙を買ってきてみて、白い色鉛筆だけで絵を描いてみようかなとかやってみると描くことができるようになりますので、ぜひやってみてください。高校以降の話もまた機会があったらしたいなと思います。こんな感じで、サインを入れて完成となりました。ありがとうございました。ありがとうございました。どうでしたか？描けるんちゃうかなっていう気になってきたかもしれませんが、そうは甘くはないのが芸の道でございます。ぜひ、修練鍛錬を怠らずに頑張ってください。今日はちょっとまた一つ秘密の道具をお見せしましょうか。なんか思いつくんですよね。どうしたら楽になるかなっていうかですね。こういう風景画も描いてます。見えますね。風景。で、これ僕の特徴としては、屋根の部分とかですね、ぐぐっと近寄ってみると、この辺ですか？ちょっと溝があるの分かりますかね？で、こういうの絵の具を置いた後に溝を掘るんですね。掘る？その際、定規とかでビューッとこうニードルを使って掘るんですけど、最近はこういう鉄のこういうのありますよね。こういうの。これで、掘っていくということをやるようになりました。定規だと壁っていうか画面にベタっと手つけないといけないですけど、ここを持てるので楽やなっていうことに気がつきました。今年5になりますが、また新しい発見をしている最中でございます。皆さんもぜひ自分で、オリジナリティある独創的な手法方法も編み出してみてはどうでしょうか。次回またお会いしましょう。さようなら。